では皆さんはそういう風に川だと言われたり、父の流れた後だと言われたりしてた。このぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。カムパネルラが手を挙げました。それから4、5人手を挙げました。序盤にも手を挙げようとして急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃は序盤にはまるで毎日教室でも眠く本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。序盤にさあ、あなたはわかっているのでしょう。序盤には勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返って序盤にを見てくすっと笑いました。序盤にはもうどぎまぎして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう。やっぱり星だと序盤には思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカムパネルラの方へ向けて、ではカムパネルラさんと名指しました。するとあんなに元気に手を挙げたカムパネルラがやはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカムパネルラを見ていましたが、急いでではよしと言いながら自分で星図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きな望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。序盤にさ、そうでしょう。序盤には真っ赤になってうなずきました。けれどもいつか序盤にの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカムパネルラも知っている。それはいつかカムパネルラのお父さんの博士のうちでカムパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなくカムパネルラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカムパネルラが忘れるはずもなかったのに、すぐに返事をしなかったのは、この頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カムパネルラともあんまりものを言わないようになったので、カムパネルラがそれを知って気の毒があってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど、自分もカムパネルラも哀れなような気がするのでした。